ばんは。 THASMR です。今回のお話は前回に引き続き豊島義雄さんの作品牛乳と馬です。読んだことある方はいらっしゃいますでしょうか。お話に入りやすいように少しだけ補足させてください。今回の主人公、お話の語り手は女性です。時代は戦後、だいたい終戦の翌年の夏の終わり頃ぐらいの設定ですね。はい、以上ですはい、それでは早速読んでいきましょう。牛乳と馬。豊島義雄。橋のところで私は休んだ。疲れたわけではないが、牛乳の一升瓶をぶら下げてるその瓶入れのわら編みの紐が手のひらに食い入って痛かった。どうせ急ぐこともない。牧場の前の茶店まで家から1キロ半ほどの道を散歩のつもりで往復するのである。9月に入るとこの高原はもうすっかり秋の気分。咲き乱れたおみな石に混じって色とりどりの秋草が花を開きかけている。諸客も少なくなり、道行く人もあまりない。辺りの空気がすっきりした気持ちだ。途中に小川があって木の橋がかかっていた。その橋から川の中を覗くのがとても楽しかった。川の水は冷たく清冽とも言えるほど澄み切ってもぐさをそよがせながらしんしんと流れている。きれいな魚もいるに違いない。その一匹でも見つけたい。せめて小エビでも綾の子でもと思って覗くのだけれど、何も見えない。それでも藻の間にちらちら影がさしたり、小石の上にちらと光が流れたりするのが面白い。それほどきれいな水だった。その時も我を忘れて橋の欄干から身を乗り出し、川の中を一心に覗いていた。すると突然馬の足音が聞こえた。かけてくるのだ。すぐそばに身近にパカパカとかけてくる。振り返るともう馬は橋に差し掛かり、私の方へまっすぐに向かってくる。避ける隙もない。あっと声を出すと同時に息を詰め、橋の反対側へ飛びのいたが、馬はそっちへ来るし、私はまたこちらへ飛びのいたが、危ないと思うとともにまたあちらへ飛びのいた。途端に真っ黒な風のようなものが身をかすめ、私は欄干にすがりついてかがみ込んだ。つぶっていた目を開くと、橋を渡りきったすぐそこに馬は止まっていて、男の人が馬から降り、手綱を引っ張って戻ってきた。私は少し決まり悪く立ち上がって無意味にお辞儀をした。怪我はなかったでしょうね。私
私は無言で頭を振った。動かないでおればいいんですよ。いきなり道の真ん中に飛び出してくるもんだから、こっちでびっくりしちゃった。ずいぶん存在な言葉つきだ。あ、こいつはいけない。言われてから私も気づいた。用心のため橋の欄干から少し離して地面に立てて置いといた牛乳の一升瓶が馬に蹴られたのであろう。二つに割れて地面に白く牛乳が流れている。その人はすぐわら網の瓶入れを拾い上げ、じっと眺めて、残ってる瓶の株をつまみ取り、乱暴に川の中に投げり込み、地面の瓶の破片も足先で乱暴に川に蹴り込んで、それから瓶入れを私の手に返した。粗相しちゃった。すみません。いいえ、よろしいんですの。その人も馬も私の方を見ていた。私も相手を見た。男の年齢は私には見当がつきかねるけれど、30前後だろうか。鳥打ち棒に薄らしゃのジャンパー、乗馬ズボンに赤の長靴、全体が茶色がかった色調でキリッとした身なりである。馬の年齢も私には見当がつきかねるけれど、まだ若いらしく、でもさら系ではなく、ありふれたつまらぬもので、ただ蔵だけは立派である。牛乳はどこで買ったんですか？隠すほどのことでもないから、私はありのまま答えた。おう、あそこの茶店に頼んで。なぜかまじまじと私の顔を見るので、私は歩き出そうとした。ちょっとお待ちなさい。馬で一かけ代わりを取ってきてあげましょう。茶店になければ牧場から取り寄せてもらいます。僕の粗相だから賠償させてください。ここで待っていてくださいよ。決して怪しいものじゃありません。小野田達夫。ポケットを探った。名刺を今持っていませんが、小野田達夫というものです。この辺で待っていてください。すぐ戻ってきます。わら網の瓶入れを私の手からひったくって、彼は馬に飛び乗ると振り向きもせず遠ざかっていった。私はあっけに取られた。悪意はなさそうだが、ずいぶん勝手な人だ。待っていようか、それとも行ってしまおうか、考えながら川の方へ目を落とすと、彼が蹴り込んだガラスの破片が皆そこにキラキラ光っている。おかしくなった。それに牛乳もやはり欲しかった。特別に新鮮なのとあの茶店に頼んで、一日おきに一升瓶ずつ取りに行ってるもので、手ぶらで帰ったらお母様はことに、病気のお姉様はがっかりなさるだろう。私は待つことに決めた。足の欄干に寄りかかって川の底を覗いた。ガラスが光っている。あの光を見て、もしかすると小魚が泳いでくるかもしれない。けれどいくら待っても何にも出てこなかった。
見えないからではなく、ガラスの破片なんかあるからだ。私は足を離れて川の土手を歩いてみた。良いお天気で、陽光は暖かく、川風は涼しかった。野原に出て足を投げ出し、青空にくっきり浮き出している山々を眺めた。ずいぶん時間が経ったような気がした。遠くに馬の足音がした。知らん顔をしていてやった。おーい、おーい、と馬上から叫ぶ。他にもなんとか呼び方もあろうに、と不満だったが、足のところに戻ってきた。彼は馬から降りて満足そうに牛乳の一升瓶を見せたが、私には渡さなかった。その辺までお供しましょう。今度は嫌に丁寧だ。私は少し戸惑った。ぶらぶら歩いた。彼は私と並び、手綱の後から馬がついてくる。時々大きな鼻息をするのが気味悪く、虚勢を張らねばならなかった。お宅は三浦さんとおっしゃるんですね。私はびっくりして見返した。あの茶店で聞いてきたんです。すると、三浦春樹さんの妹さんですね。あら、兄をご存知でしたの？亡くなられる前に何度もお会いしたことがあります。あなたは明子さんとおっしゃるんでしょう。どうも似てると思っていました。私は黙っていた。私はお兄様にはあまり似ていないのである。それとも他人から見ればやはり似ているところがあるのかしら。夏子さんはどうしていらっしゃいますか？私はまた彼の顔を見返した。みんなの名前をご存知なんですの？いや、同水寮ですよ。春樹さん、明子さん。だからその間は夏子さん。彼はそう言って笑ったが、どうも変にあやふやなのだ。真面目なのか冗談なのか見当がつかなかった。こちらからあまり話をしたくなかった。でも警戒したわけではない。彼の言動のうちには何か普通の作法に外れたようなところがあり、それが傲慢から来るのか天真爛漫から来るのかはわからないが、悪心はないように見えるのだった。それで私はいい加減な受け答えをしているうちに、後で気づいたのだが、家の事情を大体話してしまったことになった。お兄様は日華事変中に中国で戦死されたこと、お姉様が老幕を病まれた後、肺に浸潤が残っていて、秘書と保養等を兼ねてお母様と私と3人でこの高原の別荘に来ていることなど、ぽつりぽつりと短い言葉を交わしながら、とうとう家の近くまで来てしまった。ついでにお母さんにちょっとお目にかかっていきましょう。お願いしたいことがあるんです。嫌だとも私には答えられなかった。彼は馬がいるからといってうちの中には
母様はいつも大まかでのんびりしていらっしゃる。馬の靴輪を取ってる彼と門の前で立ち話をしながら終始ニコニコしていらして、時々おーっと低くお笑いなすった。彼はさっきの橋の上の出来事を話し、かつて中国でお兄様と交際があったといい、自分はこちらに秘書に来てるのだが、友人たちは東京に帰ってしまい、退屈のあまり馬ばかり乗り回しているのだが、ついてはただあてもなく馬をかけさせるのも飽き飽きするし、牧場の前の茶店まで牛乳を取りに行くことを自分に任せてはくださるまいかと押し付けるように頼んでしまった。ぜひそうさせてください。そうすればお嬢さんも楽になるし、僕も気晴らしになるし、馬もかけがいがあるし、僕は茶店で2合ずつ牛乳を飲んでくることにしましょう。ただし運賃をいただこうなんて失礼なことは申しませんし、またこちらの牛乳代を僕がお払いするなんて失礼なことも申しません。明日はよろしいんですね。では明後日から実行いたしますよ。はじめはお母様も断りなすったが、後で良いとも悪いとも言わずに笑っていらした。お嬢さん、ちょっと紙切れと鉛筆を貸してください。それを私が持ってくると、彼は居所と氏名を書きつけた。ご記念には及びません。こういうものです。彼の居所は私の家から2キロばかり離れたところらしかった。彼が馬に乗って立ち去るとお母様はおっしゃった。この説は随分風変わりな人が出てきたね。だけど春樹さんも生きていたらあんなかもしれないね。お母様は微笑んでいらしたが、私はなんだか不安な気がした。彼とはこれから言いにくいから小野田さんということにしよう。小野田さんは約束を守った。一日おきに午前中、私の家に馬をかけさせてきて、牧場前の茶店からの牛乳を届けてくれた。お母様がいくら勧めても決して家の中に上がることはなく、お茶一杯飲むこともなかった。馬上の牛乳配達と私は冗談に言った。ところが不思議なことに、その馬上の牛乳配達のため、私たちの生活気分が次第に乱されてきたのである。私は数日後、自分の楽しみの一つがなくなったことに気づいた。牧場前の茶店は農家風のしっかりした家ではあったが、店としては縁台と上がりかまちだけでほんの掛け茶屋に過ぎないし、普段家の人たちは牧場に仕事に出ていて、おばあさんが留守をしているきりである。私はそこで渋茶をすすりながらおばあさんからいろんな話を聞くのが楽しかった。またそこまでの行き帰り、秋草を眺めたり、小さな林を抜けたり、清い川底を覗いたりするのも楽しかった。一升瓶を下げて歩くことなんか
大したことではない。いえ、手ぶらであてもなく散歩するなんかかえってつまらないのだ。小野田さんのおせっかいのため、私は楽しみを奪われてしまって、あまり外にも出なくなった。少し遠くにある町の方への用事は、町外れにある矢野さんの別荘の番人が5日目ごとにやってきて、すっかり済ましてくれるのである。私の不平はそれくらいだったが、お姉様の気持ちが少し変わってきた。小野田さんのことをはじめ、お姉様はただ聞き流されただけだったが、いつの間にか大変気にかけるようになった。何でもない時にお姉様はふとおもらしになさったことがある。あの人はきっと私に大事な御用が終わりになさるに違いない。びっくりして聞き返そうとすると、お姉様はぎゅっと唇を歪めていらっしゃる。私は何にも言えなかった。小野田さんが午前中に来ないと、お姉様は何かちれて、わざと大きい声でお言いなさったこともある。小野田さんは今日はどうなすったのかしら。時々小野田さんが来る頃の時間を見計らって、お姉様は庭に出て遠椅子にじっと腰をかけていらっしゃる。庭の芝生の外は低い生垣になっていて、外庭と仕切ってあり、その生垣越しに門から勝手口へと行く小道の方が見える。ある時、お姉様と小野田さんとが生垣越しに会釈を交わされているのを私は見た。けれど一度も言葉を交わされたことはなかったらしい。けれど私はお姉様を見張っていたわけではない。とんでもないことだ。その上、私はなかなか忙しかった。牛乳でいろいろなお料理をこさえなければならなかった。バターのお料理が一番良いそうだけれど、お姉様はもうバターの味に飽き飽きして、せいぜい牛乳のお料理だけしか上がらないし、このお料理がまた厄介なのだ。その他細々した御用がたくさんある。お姉様の食器や何かは用心のため消毒しなければならない。野島先生が週に2回いらして、お姉様にいろいろな注射をなさる。時には見舞い客もある。お母様は体が太っていて、あまりお動きになさらないので、私がくるくる働くのである。3時に牛乳を飲んでいると、お姉様はふと手を休めてお言いなさった。この牛乳、少しうま臭くありませんか？私はクククと笑った。ところがお母様は真面目にお答えなさる。そうね、うまくさいのかしら。お姉様も真面目に考えていらっしゃる。私は笑いを殺していった。だって馬に乗せていらしたんですもの。お嫌だったら私これから取りに行ってもよろしいわ。いいえ、いいのよ。お姉様は妙にきつくお言いなさった。ただ馬の匂いがするような気がしただけ。私なら構わないわ。
そのようないろいろなことがあったが、少し不気味なことが起こってきた。お姉様は夕食後早くお休みになる。お母様は大抵毛糸の玉を転がしてお姉様の冬のセーターなどを編んでいらっしゃる。私は読書だ。お姉様にはあまり読書はいけないのだけれど、退屈だろうからって河合のおじさまからシェイクスピアの翻訳全集と世界童話体系と2揃い、大変かさばった書物が送ってきた。おじさまが誰かに相談なさった結果だろうと思うけれど、私にはそんなもの面白くなく、文学雑誌など買ってきて読むことにしていた。けれども夜分電気のコードが弱いので、時折シェイクスピアなど朗読させられることがある。めんどくさいセリフなどは飛ばしていい加減に読んでいく。お母様は一向平気でいらっしゃるけれど、お姉様は熱心に聞いておいでになると見えて、少しセリフを飛ばすと、ちょっとそこんとこ変ねと突っ込みなさる。私は首を縮こめる。そのようにしてある晩マクベスを読んでいると、お姉様が低い声でお言いなさった。ちょっとセリフを飛ばしたはずではなかったがと、お姉様の方を見ると、お姉様は宙に目を据えて何かじっと聞き入っておいでになる。いつまでもそのままだ。お母様まで何か耳を澄ましていらっしゃる。お姉様は不意に咳をなさった。馬のかけるような音がしたんだけれど、ささやくようなお声だ。お母様は編み物の手を休めてまだ耳を傾けていらっしゃる。虫の声がするきりでシーンとした夜だった。私もちょっと変な気がして、もう読むのをやめた。そういうことが時々起こった。お姉様の声は様々だった。ちょっと、あ、ほら、ね。突然目を宙に据えて都会の気配に聞き入りなさる。お母様まで首をかしげてじっと聞いていらっしゃる。私には何も聞こえないのだ。後でお姉様に伺うと、遠くの林の中を馬が駆けていたり、家の周りを馬が歩いていたり、裏口に馬がふっと鼻息を吹きかけたり、みんな馬のことばかりだった。どうも少しおかしい。それにお姉様は頬の赤みは増したようだし、しんしんとした黒目の色が一層深くなったようだし、前よりも鼻筋が通って皮膚が薄くなったようだし、お美しさに病的な感じが濃くなっていた。お咳は少し魔導になったが強くなり、お熱は平均すれば前と同じく7度2、3分だが、工程が多くなり、お食欲は減ってくるようだった。野島先生も前々から暖かいうち海岸へでもいらした方がよろしかろうと勧めていらしたし、河合のおじさまからちょうど湘南のある療養所に部屋の予約が
知らせてきた。お母様とお姉様とは何かご相談なすっているらしかった。でも来てくださるかしら。私がこんなご病気なのに。お招きすればきっと来てくださるよ。ご一緒に食事をするわけではないのだから。来てくださるとは思いますけれど、お招きして断られたら恥ですもの。何のことかと尋ねてみたら、ここを引き上げる前お世話になった菊池さんご夫婦と一緒に小野田さんもお食事に招きたいという話だった。私は呆れた。そんなことなら私がないないお聞きしてみましょう。私は心と逆なことを言ってしまった。小野田さんは一体失礼な人だと私は思っていたのである。自分勝手によその牛乳を取りに行ったり、私の楽しみを奪い取ったり、裏口だけで一度も上に上がらなかったり、物知らずにも程がある。その上、馬のことでお姉様やお母様の神経をどれほど悩ましているか知れない。お食事に招くことなんかそもそもおかしい。私が出かけて行ってここを引き上げることだけをきっぱりお知らせしよう。正式に作法通りにご通知の挨拶だけしよう。どんな顔をなさるか、それにあの人のお住居も拝見してやろう。私は一人心の中で決心した。思い切り派手なドレスを着、髪を風になびかして私は出かけていった。小野田さんの居所は近藤別邸となっていたが、それはすぐに分かった。堂々たる洋風の構えで白樺や落葉松の植え込みがあり、自動車置き場らしいものまであった。窓はすべて閉め切ってカーテンが下ろしてあり、低い土手囲いの中央にある入り口には頑丈な木工紙の門扉が閉鎖されていた。様子がおかしいので横手へ回ってゆくと、野原の絡みついた門柱が2本立っていて、奥まで見通しで別当の平屋があった。私はちょっと躊躇した後入っていった。馬のひづめの後で道は凸凹だ。嫌にシーンとしている。その平屋の向こう側は水音がしていた。私は案内をこうのをやめて水音のする方へ行ってみた。見ると上半身裸体の男が大きな馬だらいの水で馬を洗っていた。小野田さんがいつも乗っている栗毛の馬だ。私は黙ったまま佇んだ。男は馬の向こう側に回った。顔を見合わせると、それが小野田さんだった。おう、明子さんか。どうしたんです？私は恥ずかしくなった。相手は半裸体なのだ。ただ微笑した。これは思いがけなかった。よく来ましたね。ちょっと通りがかったものですから。でたらめを言った。覗いてみたんですか？この通り馬蹄就業です。待ってください。すぐ済むから。小野田さんは半裸体を少しも気にしていないらしいので、
私も気にならなくなって近くへ行った。それでも白い胸の真ん中に黒い長い毛があららに生えているのが目について、私は馬の方ばかり見た。たらいの水を馬の背や腹や足にかけて大きなブラシでこするのである。栗色の毛並みがつやつやと輝くようで、見違えるように美しくなってゆく。馬は木につながれたまま上唇を上げ、鼻にしわ寄せ、ふふっと笑った。こいつあなたを覚えていて笑ってますよ。何しろかけてる馬の鼻先に飛び出してくる勇敢なお嬢さんだからな。どうもいけないと私は思った。気を許しては負けだ。大きく息をしていった。ただ通りがかりにお許ししただけですから、ゆっくりお笑いください。お家には上がっておられませんの。あなたと同じに。小野田さんはじろりと私を見て、ちょっと小首をかしげた。それから笑った。家の中より外の方がいいですとも。ことに僕なんかあちらの洋間には住まずに、こちらに居候して馬と同居だから。小野田さんは丹念に馬を洗いながら馬のことを話した。馬は犬よりも猫よりももっと人間に馴染み、人間の気持ちがわかり、人間に忠実であると戦地の実例などを挙げた。でも匂いがしますでしょうと私は言ってやった。この間の牛乳もうまくさかったようですの。ほう、それは素晴らしい。そんな牛乳なら僕もごちそうになりたかった。うまくさい牛乳を飲んでいますと、馬の夢をよく見ます。目が覚めていても馬のかける音が聞こえたり、馬の鼻息が聞こえたり、馬が迎えに来たり、小野田さんが馬の背に手を休めて私の方をじっと見ているので、私は言いやめて唇を噛んだ。どうしてそんなことを言い出したのか自分でも不思議だった。それからどんなことがありますか？私は黙っていた。詳しく話してごらんなさい。いいえ、それっきりです。強く言った。小野田さんはしばし空を見上げた。それは嘘でしょう。あなたじゃない。多分夏子さんかもしれない。私は頬がピクピク震えるのを自分で感じた。小野田さんはひどく真面目になり、怒ってるような調子になった。冗談じゃない。そんな錯覚がもしあったら僕がぶち壊してやります。戦地なら錯覚もまだ許されます。馬が通ってゆく真っ暗な夜、一列になって足音もなく、ただ姿だけ影のように通ってゆく、際限もなく長い列をなして闇の中を通ってゆく、そんなのを見たという兵がいる。そういう錯覚も戦地ではあり得るかもしれません。
しかしそれも本当に馬を愛しないから起こることだ。僕はここに来て別荘番の百姓に頼んで馬を借りてきてもらいました。この家には厩舎はあるが馬はいない。この馬は僕がここにいる間借りてるんです。なぜそんなことをしたか、あらゆる錯覚を追っ払うためです。錯覚を追い払うばかりか、新たな勇気が出てくる。乗馬は颯爽として男性的で直情傾向でひねくれたくよくよしたものを排除する。つまりまっすぐに駆け抜ける。これが大切です。あきこさんも馬に乗りませんか？僕が教えてあげるから。怒っているのでもなさそうだ。私は口こもった。乗りたいんですけれど。そんなら何も遠慮することはないでしょう。でももういいがないんですもの。小野田さんは変な顔をした。実は近いうちにここを引き上げることになっています。皆さんで東京に帰ります。小野田さんは目をパチリとさして黙り込み、やがて思い出したようにブラシでまた馬を洗い始めた。そうですか。そんなら明日にでもゆっくり伺いましょう。予期しない結果になった。私の初めの心づもりはもう崩れてしまっていた。どうでもよいと思った。私はすぐに父去った。翌日の午後2時頃、小野田さんはやってきた。馬には乗らず、黒い背広服に派手な博多織りのネクタイを締め、牛乳の一升瓶を手に下げていた。いつも前回に空瓶を持って帰り、牛乳を詰めて届けてくれることになっているのである。小野田さんが来る前、午前中ちょっと変なことがあった。お姉様がまた小野田さんの来方が遅いのを気になさってるご様子なので、私は遅くなってもきっといらっしゃると断言して、もし違ったら大雷を鳴らしてみせると言った。私は前日に小野田さんのところへ行ったことを黙っていたのである。別に隠すつもりはなかったけれど、すっかり思惑違いになったことが自分ながら惨めだったのだ。お姉様はじっと私の顔を見ていらしたが、不意に雷が鳴るまでここから立つのはやめたいと子供のようなことをお言いなさる。この頃ちっとも雷が鳴らなかった。もし雷が鳴ったら、あきこさん、庭の木に落としてねと真面目にお言いなさる。雷が落ちた後には穴が開いて、穴の底に美しい玉が残っていると、そこまでは昔話だが、その玉を見つければ私の病気も治るけれど、玉を見つけなければこの病気はとても治らぬ、などと、それが冗談らしくもないのである。
それからどういう話の続きか、私が席を立ってる間にお母様とお姉様とは小野田さんの馬は元軍馬だったかどうかとつまらぬことを長々と話し合っていらした。お母様は軍馬ではないだろうとおっしゃる。お姉様は軍馬だったろうとおっしゃる。明け方、あの馬が誰も乗せないで一人でどこまでもどこまでも走って行くのが見えた。森を抜け、谷を越え、山を登って走って行くのがいつまでも見えた。あんなに長く走り続けるのを見ると軍馬に違いないとお姉様はお言いなさる。まったくお姉様は少し変だった。小野田さんはいつも通り勝手口へ来て牛乳瓶を私に渡して笑いながら言った。この牛乳はうまくさくありませんよ。私は返事に困った。余計なことを覚えている人だ。お母様が出ていらしておというような声をお立てになった。今日はお馬ではございませんのね。お上がりくださいませんか。小野田さんはすぐ玄関の方へ回り座敷に通った。黙ってたのが私の罰で忙しくなった。お母様はいろいろな用をお言いつけなさる。まず煎茶とお菓子を出し、それから紅茶にウイスキーを添え、梨の皮を剥き、やがてお吸い物にお寿司。矢野さんの別荘番が折よく来ていて、自転車で使いに行ってくれたので助かった。お母様と小野田さんとどんな応対をなさったか私は知らない。ただ口数は少ないが窮屈ではない。そんな雰囲気だったようだ。後ではお姉様の病室の方も開け放しになっていて、お姉様は広縁の方に出て教則にもたれてしとねに座っていらした。小野田さんとも話をなさったに違いない。もう黙って小野田さんの方を見つめていらっしゃるのだが、その目が霧のように鋭く突き刺すようで、しかも視線は遠くに届かないような妙な印象を私に与えた。小野田さんは庭の方を眺めながらウイスキーを飲んでいた。酒好きだと見える。もう目の縁をあからめ、その目尻で笑ったり眉をピクリとしかめたりした。この高原に霧が多い話から各地の霧の話も出た。戦地で濃霧の中を進軍しているとぱったり敵兵と顔を突き合わせ、あまり近すぎるし突然のことなので切り合いをすることも忘れて、双方ともじりじり後ろに下がった。そういうこともあったとか。そのような時、とっさに敵を刺したり捕らえたりすることができたら、もう一人前の兵隊だそうである。一体小野田さんの話は真偽不明で人をはぐらかすようなところがあって、なんだか煙幕でも張ってある感じだ。霧のことついでに雷の話も出た。原付の銃を担い30人ばかり人塊になって行進していると、その銃剣の方に大きな雷が落ちて全員圧死してしまったこともあるとか。ま
話をしたことを思い出して、私はお姉様の方に笑いかけたが、はっと息を飲んだ。お姉様の顔に氷のような冷たいものが感じられた。私の視線を受けて、お姉様は冷酷なほど澄んだ声でおっしゃった。お母様も明子さんも、ちょっと席を外してくださいませんか。私、小野田さんに伺いたいことがありますから。何か逆らいがたいものがあった。お母様もそうお感じなさったに違いない。私たちは黙って目の中を見合った。それから小野田さんを見ると、不敵なという感じで庭の方に目をやり、唇の隅を噛んでいる。ではちょっとの間ね。お母様は何か慌てていらして立ち上がりなさった。私もそれに従った。お姉様は教則にがっくりもたれかかって、目だけできっと睨んでいらした。お母様と私は茶の間に引いた。変に体が震えた。大きく息がつけない気持ちだった。お座敷の方は声も物音もしなかった。お母様も黙っていらっしゃるし、私も黙っていた。私は時計の針を見ていた。15分ばかり経った。どなたかお早く。叫び声なのだ。駆け出していくと、お姉様は披露宴に倒れて気を失っていらした。お姉様は意識を回復なさったが、まるで虚脱なさったみたいで、一人では首もお上げになれなかった。野島先生が来られて注射をなさり、夜までついていてくださった。お姉様が倒れなさったところに小型の写真が引き裂かれて投げ捨ててあった。お姉様自身の写真なのだ。騒ぎがひとまず静まると、小野田さんは自死去るとき、私を庭の隅に呼んで事情を簡単に話した。小野田さんは戦地で高須正治さんの戦友だった。高須正治さんはお姉様の恋人だったことを私もうすうす知っている。高須さんは終戦間際に戦死する前、もう覚悟していたと見え、小野田さんがもし生きて日本に帰ることがあったらと、お姉様に伝言を頼んだ。愛も恋も一切白紙に還元して、ベッドな生き方をするようにとの切願だった。ついては肌身離さず持ってた写真も返すとのこと。高須さんは日本の敗戦を察知していたらしいし、第一戦争には不向きな性質だったと小野田さんは言う。小野田さんは高須さんとの約束を果たすため、帰還後お姉様の行方を随分探した。疎開や戦災で私たちが転々とした後のことだ。そしてこの高原で私たちの居所を突き止めた。戦死なさったお兄様のことなど小野田さんは初めから知らないし、いろいろな手段はただお姉様の身分を確かめるためだった。ところがお姉様が病気なので、高須さんの頼みを伝えることが躊躇
していた。今日は逆に取り押さえられて事実を伝え、写真を返した。お姉様は自分の写真を引き裂き、そっとなさった。私は黙ってその話を聞いた。何とも言えなかった。何の悲しみも感じず、ただわけのわからぬ大きな深い憤りを感じた。お姉様は高熱が出て転地どころではなかった。野島先生のところの小さな病院に入り、そして10月末にお亡くなりになった。その間、私は自分の憤りの念でお姉様の命をかばおうとした。その甲斐もなかった。小野田さんにはお姉様は会いたがりなさらなかったし、私もお合わせしたくなかった。私はいろいろなものを見落としていたようだ。それについての憤りもある。私は小野田さんを憎む。あの人は本質的にはまだ軍人だ。軍馬士族だ。それについての憤りもある。私たち、お母様もお姉様も私もまだ甘っぽい赤ん坊だ。ミルク種族だ。それについての憤りもある。ああ、私は腹が立つ。お姉様。おしまい。はい、豊島よしおさんで牛乳と馬でした。どうでしたでしょうか。なんか途中までは淡い恋物語になるのかなと思って、ちょっとドキドキしながら読んでたんですけど、最後は苦い結末になってしまいましたね。私的にはあきこさん、小野田さん、夏子さん3人それぞれに共感できる部分がありました。あきこさんのように自分の未熟さとか甘さとか自分自身の不甲斐なさに腹が立ってしまうことって、ありますね。それから夏子さんは長い闘病生活で閉塞感の中にいて、そういう時って突然こんな人が現れたら、やっぱりね、何かを期待してしまいますよね。なんかそういう思いが強すぎて狂ってしまいそうになるのもわかります。小野田さんは小野田さんで、やっぱり戦争で心に見えない傷、大きな傷を負ってるんでしょうね。やっぱ傷を負った人は周りに壁を作ったり、変に堂々としていたり、なかなか本音を見せてくれない、そんなようなところがありますよね。それでも亡き戦友の思いを何としても伝えなければっていう使命感を持ってて、あきこさんもなんかそんな彼の態度に違和感みたいなものは感じるんだけど、それが何なのかははっきりしなくて、小野田さんは馬と触れ合うことで錯覚を打ち消す自分の正気を保っているわけですよね。そんな話をあきこさんにする場面は少し心を許し始めているようにも見えたんですけど、ちょっと時間が足りなかったあきこさんにね、その小野田さんの抱えていることを正直に打ち明けることができたら、うまくまとまる結末もあったのかなと
しました。最終的にはボタンの掛け違いというか、誰も望まない結末になってしまいましたね。なんか切なかったですね。時代もこんな戦争の影響を色濃く残すお話でした。はい、まあお母さんは割とのんびりしていて、癒し系ですかねこの中でははい。このお話の台本リンクや感想などは説明欄にも書いてますので、よかったらそちらの方もご覧ください。それではまた。おやすみなさい。おやすみなさい。